めちゃくちゃ赤いな。キスを返しって表現しくなのか。脱走の準備、許可されない活動でしょ。桜あるぞ。こういう演出あるんだ。なんでこんな方をからめさせてるの。全員15歳だよね。この状況殺し合いだからな。こいつ回復役なのか。謎の部屋あるでしょ。一人だけ違う場所で生活してない。良識ないな。相当溜まってるな。書いてるな。ノアだよね。この隣だよね。アンアン無口な子か。それだったらあれだな。問題ないな。室内全体は真っ赤に塗りつぶされていた。ノアはそこにいてペタリと地面に座ってる。めちゃくちゃ赤いな。二人すら赤いな。さほど広くない房内は徹底的に塗りつぶされ、カラースプレーの匂いが充満していた。何考えてるんだ。エマは驚き、鉄格子にしがみつく。ノアちゃん？ノアが振り向く。不思議そうな表情だった。そんなに慌ててどうしたのかな。いやだってこの部屋、なんでこんなことに？ノアの描きたい絵になってくれなかったから消さなきゃって思ったの。中で消すの。そしたら全部こうなっちゃった。絵が勝手に動くって言ってたっけ？ノアちゃんは魔法をコントロールできないってこと？コントロールできない。絵を動かす魔法を使う。魔法はコントロールできないらしい。無意識で発動するんだ。ここで近寄る足音に気づく。その足音は極限まで小さく忍ばせたものだった。これアンアンだよね。エマが通路の方へと身をやると、一人の少女が立っていた。君は夏目アンアンちゃんだよね。大変だな、この子。一緒に暮らして。口聞けないもん。アンアンは口を開かない。ひゅっと固く唇を結んだまま、エヴァを片目でじとっと見ている。何か僕に言いたいことがあるのかな？アンは何かをじれている様子でひたすらエマを見つめている。僕に何か用？エマに用があるの？人見知りが激しいのかな？人見知りっていうか喋れないだけでしょ。大きくため息を吐いて、アンは手に持っていたスケッチブックを開こうとした。不器用なのかもたもたとした動きでスケッチブックを落としてしまった。エマはとっさにそれを拾おうとしたが、やばいかこれ。叩かれた。その手を思いっきり払われる。よっぽど触られるのが嫌だったらしい。アンアンは急いでスケッチブックを拾い、持っていたペンでスケッチブックにスラスラと何かを書いている。すぐにそのページをエマの方へ見せてきた。どけ、我が輩の邪魔である。どけって。ごめん。我が輩なの主語。エマはノアのいる房内の前、扉を塞ぐように立っていたことに気づいた。すぐにその場から移動する。ノアちゃんと同室だったんだね。知らなくてほんとごめん。アンアンは小さく息をつき、扉の棒の前に立った。ここでようやく顔を房内に向けて、大変な部屋だな、ノアとアンアン。なんか、変人が揃って、今気づいた。悲鳴を上げそうになったのか、両手でパッと口を塞いだ。真っ赤に塗りつぶされた房内は、ショックを与えるに十分に足り得るものだった。しかもカラースプレーの刺激臭が房内に満ちて、外に漏れ出している。もうストレス抱えてるでしょ。アンアンちゃんだ。おかえり。ノアはそんな悪い風に思ってないから大変だな。悪びれた様子もなくノアは満面の笑みを浮かべた。アンアンの顔からみるみる血の気が引き、真っ青になってガクガク震え、そして倒れた。アンアンちゃん、大丈夫？とっさにエマの伸ばした手はアンアンに跳ねつけられる。かろうじて意識が残っているらしい。騒ぎに気づいたのか他の少女たちも数人駆け寄ってきた。ノア大丈夫か？アンアンに殺されないか？一体何があったんだ？アンアンちゃんのこの部屋にびっくりして貧血を起こしちゃったみたいで。レイヤはアンアンの体を軽々と持ち上げた。エマは驚く。小柄な少女とはいえ相当な力が必要だろう。マップには医務室があったね。アンアン君をそこに連れて行く。レイヤはアンアンをお姫様抱っこし、颯爽と連れて行ってしまった。騒ぎが収束したので、募った少女たちも解散していった。暗暴の中でノアは困ったように立ち尽くしている。びっくりさせちゃったのかな？そうみたい。じゃあ、今度はアンアンちゃんが喜んでくれる絵を描くね。ノアはいい子だな。言って、ノアはまた地面にペタリと座り込み、カラースプレーを噴出し始める。マイペースだけどいい子だな。めっちゃ当たってるな。結構長いな。この一文だけじゃないな。多分この匂いも原因っぽいから、アンアンちゃんとノアちゃんって相性最悪なんじゃ。ストレスかかるよね。これわざとこういう配置にしてるよね。相性最悪同士同じ部屋にしてない。エマとヒロもやばいでしょ。ヒロがエマ嫌ってるから。でも楽しそう。本当に絵を描くのが好きなんだ。やめた方がいいなんて言えないや。僕らはまだほとんど知らない者同士だし。エマは喉元まで出かかった声を飲み込み、キビスを返し自分の棒へと入っていった。キビスを返し、ヒロがエマを抱いて食堂へ向かった時、同じ言葉使ってたな。エマさん、朝ですよ。起きてくださキビスを返しって表現しくなのか、この脚本。あとちょっと。朝ですよ。時間結構経ったな。なんでシェリーが起こしに来てんだ？ロック解除するまで寝てたってこと？でかっ。すく目を開いたエマの目の前に、シェリーの顔があり、エマはぎょっとして叫んだ。それからキョロキョロと周囲に視線を巡らせる牢屋の中だ。やっぱり夢じゃなかったんだ。僕、ここに捕まっちゃったんだ。3日目ぐらいだよね。朝食の後の自由時間が長いので、牢屋敷を探索しようと思ってるんです。一緒に行きません？みたいね。そうだね。
顔洗うからちょっと待ってて。官房内に洗面台とかあるから部屋の中で洗えるよね。エマは急いで顔を洗い、シェリーと共に棒を出た。そういえば隣は。ネズミいるな。他の生物いる。ノアずっと描いてるな。他の場所で描いたりとか気分転換しないのか。相変わらず、お絵描きしてる。あんちゃんはいないみたい。あの後大丈夫だったのかな。棒内のノアの絵はまた様変わりしていた。スプレーアートは緻密に描き込まれ、カラフルに彩られている。でも一晩で描かれたものには見えない。すごい。バルーン。ぽつりとシェリーが呟いた言葉でエマは首をかしげる。バルーン？エマさん知りませんか？世界的に有名なストリートアーティストですよ。バルーンって呼ばれてるの、あのノアは。正体不明で、その姿を見た人もいないって噂だったんですけど、まさかのノアさんだったんですね。すごいすごいすごい。ノアさん、サインください。呼びかけにノアが振り返ってきた。サイン？ノアさん、バルーンなんですよね。推理すごいな。ああ、そうだよ。照れるなぁ。世界的に有名な。照れてる表情いいな。本当に？ただちょっと変わった子だとばかり。天才だよね。そんな有名人が捕まってるなんて。その正体は世界的に有名なストリートアーティストバルーン。ねえ、ここに連れてこられたのって、絶対騒ぎになってるよね。そういえばレイヤちゃんも芸能人だし、世間が黙ってないよ。きっと警察が僕らのこと探してる。すがるようにエマは口にしたが、シェリーにはピンとこなかったのか首をひねる。どうでしょう。この牢屋敷は国家ぐるみな気がします。獄長さんが言ってましたよね。全国で行われた検査に引っかかったって。そうなると、警察が動くような事態にはなっていないのでは？むしろ協力した側かも。政府が仕組んでるよね。もしかしたら私たち、死亡扱いになってるかもしれませんね。そんなのおかしい。このままにしちゃダメだよ。なんでもないことのようにシェリーが爽やかな笑顔で言い放つ。楽観的だな。ちゃんと外の人に知らせないと、救助を呼ぼうよ。脱出無理だって。それもまたありな展開ですか。脱獄するってことですね。脱獄はダメですね。脱獄？僕らは間違ってここに連れてこられた。脱走の準備、許可されない活動でしょ。だからまずは、脱獄を考えよう。でも、昨日脱走したアリサちゃんは、あっさり看守に捕まってたっけ？看守って何人もいるのかな？今のところ確認できたのは一人ですね。看守の目を盗めば、なんとかなりそうな気もします。僕らはまだここのことを知らなすぎるし、いろいろ見回って、いい脱獄方法がないか探そう。承知しました。待って、マップ移動できる？こうやって移動するんだ。歩くとかじゃなくて指定するのか。脱獄の準備。どこ向かうの？そっちでいい。牢屋敷2階で入れる部屋2つあった。図書室と娯楽室だ。エマとシェリーは図書室の方へと踏み込んでみる。桜あるぞ。散らばってるんだけど。ここは本棚がずらりと並び、古い紙の匂いが漂う静筆な空間だった。どんな本が置いてあるのかな？エマは適当に抜き取ってパラパラとめくってみるが、読めない文字が並んでいる。読めない。私たちの国の文字じゃありませんね。この牢屋敷って、どこの国にあるんでしょうね。というか、まさか異世界？何のための読書室なの？本読めないんじゃ意味ないでしょ。そんな絶望するようなこと言わないで。シェリーも本棚の本を取り出し何気なくパラパラとめくっていく。エマさん、これ見てください。シェリーが手招きしたのでエマも本を覗き込む。開かれたページには、助けて。なんで赤文字なんだ？初めて色変わったんだけど。怖いな。こういう演出あるんだ。ログも赤いな。これあれじゃない？前の先輩の魔女じゃない？と血文字で書かれていた。エマは息を飲んだ。これって、前捕まってた魔女候補の子たちの誰かが書いたんですかね？予想してるな。推理してる。高まりますね。ちっとも高まらないよ。他の方にも、こういうメッセージが残されていたりするんですかね？ちょっと調べてみませんか？結構重要だな。先に有力な情報を得られるよね。エマはシェリーの提案に賛成した。なんで賛成したらしてるの？なんか興味持って脱獄しようとするから。脱獄して死んじゃう。賛成した。そうだね。何か脱獄に役立つヒントが見つかるかもしれないし。脱獄の流れいっちゃう？エマとシェリーは橋の棚から順に本を調べていった。読めない本ばっかりだね。特にメッセージとかもないみたいだし。何の収穫もないまま時間だけが過ぎていく。そうして今は何冊目かの本を開いた。憎い。エマさん、どうしました？これストレス与えられてる魔女だな。これ、またさっきみたいな文字が。おー、ワクワクしてきましたね。シェリーは目を輝かせながらエマが持つ本を覗き込む。おや？こっちにも何か書かれてますよ。ページの端に同じ口のような文字で左と記されていた。何の矢印だろう？
次のページを見ろってことでしょうか。怖いな。なるほどと、エマは指でページをめくる。待って、なんでこのログめくるって書いてんの？さっきめくっていたさ、なかったよね。エマの顔から血の気が引く。そこにはこれまであった短い一言ではなく、びっしりと文章が綴られていた。何これ。やっぱり前に捕まってた子が残したものみたいですよ。ほら。エマはシェリーが指さした部分に目を向ける。目が覚めると牢屋にいた。同じ年頃の子たちが集められていて。囚人、魔女、殺人事件。私たちの状況や獄長さんの説明と一致してますね。エマとシェリーは先を読み進める。しかし文字が擦れたり滲んだりしていて、ところどころしか読み取れない。最初は出来事を淡々と記しているように見えた文章に、だんだん重曹が混じるようになっていく。憎い許せない。もう誰も信じられない。魔女になりつつあるな。次は自分が殺される番かもしれないという恐怖。他の少女たちに対する疑念や恨み事が永遠と続く。ある程度殺されてるな。とうとう残り3人になった。今度こそ私が死ぬ番かもしれない。これ残り2人になったらどうなんだ？ 3 人だって犯人分かっちゃうもんな。議論の余地ないじゃん。4人までだよ。最低でも。家に帰りたい。お母さんお父さん会いたい。議論パートで3組の状況にしないと、犯人なんか分かっちゃうから、4人までしかゲーム続行できないでしょ。どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの？私は悪くない。私は悪くない。何も悪くないのどうして？憎い許せない。これでなんか、ストレス抱えちゃうのかな？このままじゃ殺されるだけ。自殺しちゃう？いいこと思いついた。どうして今まで気がつかなかったんだろう。殺される前に私が殺せばいいんだ。でもきっとあいつらもそう考えてる。許せない許せない。呪ってやる。苦しめばいい。みんな苦しめ。苦しんで死ねばいいんだ。次の一文を読んだエマが短い悲鳴を上げて本から手を離す。今これを読んでいるお前も死ねばいい。やばくない？そんな力込められる？恨みすごすぎるでしょこれちょっと。エマさん、まだ続いてるみたいですよ。エマに代わってシェリーが本を手に取りページをめくると、偉大化した本がシェリーの頭部を積み込んでいた。本がでかくなってんの。肉を咀嚼するような音を響かせながら本はどんどんシェリーの全身を飲み込んでいく。シェリーが食べられてる。シェリーの体はあっという間に跡形もなく消えてしまった。この子どうなったのか知らない頃、魔法って残るものなの？形として。本が一人でに浮き、まるでエマに見せるようにページが開かれる。成り果てになった後でも魔法って残ってるのか？そこには何も書かれておらず、ただ黒く塗りつぶしたような闇が広がっているだけだ。理解の追いつかない状況に、エマは呆然としたまま動けなかった。すごい能力使いこなしてるな。あ、死んだ。本に飲み込まれて死んじゃった。脱出するとかじゃなかった。殺されたんだけど前の魔女に。完成したら死にます。首を横に振った。今はやめとこう。さっきの血文字、なんだか怖いよ。予想と違うな。それに、この数の本を調べるなら、もっと人手もあった方がいいと思うし。死んでる奴に殺されるって思わないでしょ。それにこの数の本を調べるならもっと人手もあった方がいいと思うし。それが魔法だよな。魔法だと何でもありだから予想できないな。あら。宝生マーゴ。並ぶ本棚の影から少女が一人ひょっこりと顔を覗かせた。マーゴちゃんだよね。なんでこんな方を絡めさせてる？なんだ？可愛いさえずりが聞こえたから、ちょっと覗きに来たの。これ15歳なの？全員15歳だよね。うるさくしてごめん。いいのよ。読める本も見当たらないし、暇してたところだったの。そう言って彼女はふらりと歩いていく。誘われるようにエマとシェリーもついていってしまう。読書スペースの小さな机にはカードが広がってた。カードが好きなの？タロットか？これってタロットカードですよね。占いでもするのか？娯楽室に置いてあったからもらったの。もともと好きだったのよ。あなたたちのことも占って差し上げましょうか。マーゴさんはもしかしてタロットカードで魔法を使うんですか？余地とか。マーゴは椅子に腰掛け妖艶に微笑む。いいえ。なんでそんなことを聞くのかしら。私、みんながどんな魔法を使うのか気になっちゃって。クスクスとマーゴは笑った。かわいいわね。退治したくない人もいるのか？すんなり教えてくれるのかと思ったが、笑顔のままマーゴは首を横に振った。でもごめんなさい。どんな魔法を使えるのか教えたくないわ。信用してないんだな。この状況殺し合いだからな。この牢屋敷でこれから殺人事件が起こるとしたら、手持ちカードを晒すのは愚かだと思わない？エマはマーゴの言い分にむっと迷いを寄せてしまう。殺人事件なんて起こるはずないよ。マーゴは1枚のカードをエマとシェリーにかざしてみせた。塔の聖一。近い未来、誰か死ぬわ。いつかただか占いなのにマーゴの言葉は妙な説得力がある。あなたたちも身辺に気をつけて。誰が殺意を抱いているかわからないもの。今のところストレス抱えてそうなのは夏目あんあんだよね。そんな、みんなを疑うようなこと。あら、昨日知り合ったばかりなのに随分優しいのね。甘いと言った方がいいかしら。お互いのことまだ何も知らないのに、どうして信じられるの？それは、でも、少なくとも僕は殺人をするような子はいないと思う。あなたが唯一親しかった二階堂ヒロは、誰より早く殺意をむき出しにしていたようだけど。
マーゴはあくまで満面の笑みを崩さない。それなのに言葉は鋭利な刃物のようにエマに突き刺さる。穏やかではない空気がエマとマーゴの間に漂う。察したようにシェリーが間に立ってきた。そろそろ行きましょうか、エマさん。お邪魔しました。またマーゴさんのこと詳しく聞かせてくださいね。占って欲しかったらいつでも言ってちょうだい。おっとおっと、そんな感じなんだ。全部見る感じだな。医務室、あいそうだな。医務室。エマとシェリーはマップを頼りに、2階にある医務室へと向かった。基本、シェリーと行動してるんだな。医務室に入ると薬品の匂いはなく、代わりに優しい香りが漂う。室内には日差しがたっぷりと差し込み、得難い安らぎをもたらしていた。朝日や。あの地下室は日が入らないんだよね。外の景色初めて見たな。こういう場所もあるんだ。よかった。全部が広い場所じゃなくて。普通の場所に思えるよね。光って重要だな。安心感を覚えるよね。エマさん、シェリーさん。メルルか。アーンがベッドに眠っていた。メルルとレイヤムル。メルルさん、見かけないと思ったらこんなところにいたんですね。はい。アーンさんの具合が悪いって聞いて放っておけなくて。ごめんなさい。メルルはか細い声で言って頭を下げる。こいつ回復役なのか？謝らなくてもいいですよ。偉いです、メルルさん。そんな。アーンちゃん、ずっとここにいたんだ。具合はどうなんだろう。高熱が出ていて、獄長さんをお見かけしたので聞いてみたら、さすがに自室じゃなくて医務室で過ごしてもいいとのことでした。高熱が出てる。そうなんだ。割と緩いんだね。自己申告。エマとシェリーはアーンのベッドで近づいていった。君たちか。アーンちゃん、大丈夫？あまりいい状態とは言えないな。でもメルル君に随分助けられたよ。中庭に植物がたくさん茂っているんだが、ハーブを摘んでお茶を入れてくれたんだ。随分気持ちが落ち着いたんじゃないかな。メルルがハーブ摘んできたの。へえ、メルルさんすごいですね。それでこの空間はすごく優しい匂いがするんだ。ハーブの匂いか。中庭。そういえば通路の途中に出られるところありましたね。医務室から外に出るのか。とても雰囲気がいいところでね。よければ案内するよ。レイヤに案内され、エマとシェリーは中庭にやってきた。中庭ってどこ？中庭中なんだ。ほぼ壁に込まれているが、吹き抜けになっていて空が見える。これか、吹き抜け。謎の空間吹き抜けだったんだ。換気のためか、2階の各所からベランダが張り出しているものが見えた。これドアあるな。どこのドアだ？これか？謎の部屋あるでしょ？外の空気。ずっと閉鎖的な場所にいたエマは、緑豊かな庭園の空気を胸いっぱい吸い込んだ。ここは囲まれているけれど、正面玄関から外に出てみるといいよ。正面玄関。出口出れるのか？医務室からも出られるでしょ？自然が溢れていて、いい景観なんだ。もっと開放的になれると思う。アスミレイヤすごい詳しいな。外出たりとかもしてるし、スマホもいち早く見たでしょ。ニコニコと提案してきたレイヤにエマとシェリーが顔を見合わせる。僕ら、てっきり正面玄関は鍵がかけられてるのかと思ってた。自由時間は本当に自由に歩き回らせてくれるみたいなんだ。監獄島だから自由に歩き回れるんだよ。湖とかも行けるんでしょ。脱出できない場所だからね。ただ、物理的さすがに。に外出禁止時間は鍵がかけられるみたいだけどね。話し込んでいたら上空から羽音が聞こえてエマたちが顔を上げる予感はあったが極調だった。おや、桜庭エマさん、立花シェリーさん、蓮見レイヤさんじゃないですか。極調フルネームで読んでくるな。極長。レイヤーは極調の出現に警戒し、険しい顔になってエマとシェリーを守るように前に立つ。私たちは規則に従って生活をしている。何も悪いことはしていないよ。ええ、その調子で頑張ってください。ここはとてもいいところですから、楽しんで暮らしていただけますと。アスミレイヤかなり中立だな。唐突に極調が現れたことで、エマとレイヤは表情を怖がらせていたが、シェリーだけは目を輝かせている。遭遇できるなんてラッキーです。ちょっといいですか、極長さん。そんな気軽に話せる相手じゃないのか？呼べる感じでもないのか？ここ、ずいぶん古い建物ですよね。極長さんは、長い間何度も囚人を迎え入れているんでしょうか？極調の組織になるよね。過去に捕まった囚人はどうなったんでしょう？この牢屋敷って何なんですか？ぜひ教えてください。あの黒も魔法で喋れるのか？やれやれ。わからないことばかりなのもかわいそうですよね。こいつなんだ存在。魔女なのこいつも。あまり時間は取れませんが、ほんの少しだけ教えてあげましょう。この牢屋敷はですね、500年前からあるんですよ。500年 ?500 年前ね。囚人番号660番。1年に13人ずつでしょ。通りで老朽化あでもそれでもあれかだけだね。
全然人数足りないな。その当時は魔女を捕らえる場所ではなく、魔女が普通に暮らしているお屋敷でした。大魔女を中心にたくさんの魔女が仲良く暮らす良いところだったんですよ。これがなんで今魔女を監禁する場所になってんだ。感情がまるでわからない存在ではあるが、穏やかに語るトーンから昔を懐かしんでいる印象を受けた。ある時、魔女とは違う種族、人間がこの島にやってきた時も、この中庭でお茶会を催して魔女たちは人間を歓迎したんです。なんでそんな強大な力持ってる魔女がね。それがなんで囚人を捕らえる牢獄なんかに？それは大魔女がおっと、おしゃべりのしすぎはよくありませんね。大魔女がこれで大魔女何したんだ。牧長は逃げるようにさっさと飛び去っていった。牢屋敷、大魔女、大切な情報な気がする。魔女図鑑にメモしておこう。もっと獄長さんのお話聞きたかったですね。でも大収穫だった気がします。シェリーちゃんみたいに素直には喜べないけど。図鑑今見れないの。2階娯楽室。何が増えた？ 15 歳で牢屋敷送りになる。更新されたエマのメモ。牢屋敷は500年前から存在していて、かつては大魔女が中心にたくさんの魔女たちが仲良く暮らす牢屋敷だった。普通に昔はいたんだな。エマたちは囚人が最も利用するであろう2階にある娯楽施設やってきた。映画でも見れるな。ここはまさに憩いの場ですね。遊べる空間だな。広い室内は柔らかいカーペットで覆われていて、くつろげるソファーもいくつかある。セスやボードゲーム、ビリヤード台、大型スクリーンやプロジェクターまであった。そしてエマたちより先客がいた。佐伯ミリアがソファーに座っていたのだ。この子全然喋ってないな。性格わかんない。恥ずかしがり屋だっけ？自然、エマとシェリーの視線はミリアへ向けられた。ミリアは8ミリフィルムでスクリーンに白黒映画を再生させていた。映画はほぼ見ておらず、憂いげなため息をつき、汚るそうに手元のスマホをいじり始める。彼女の外見に合わせてなのか、ミリアのスマホはキラキラした派手なデコカバーが取り付けられていた。なんだか安心しません？いやー、学校によくいる女子の光景だなーって。確かに、派手グループにいそう。口も聞いたこともないタイプだけど。唐突にミリアが肩をビクンと跳ねさせたので、エマとシェリーも驚く。どうしましたミリアさん？誰だっけ？ごめん、まだ顔と名前一致してなくて、よくないよね。まともそうな口調してるな。駆け寄ったエマとシェリーを前に、ミリアは戸惑いの表情を浮かべている。立花シェリーです。この子は、桜庭エマさん。で、何に驚いてたんですか？そう、スマホを見てたらいきなり猫耳の子が映って、君らのスマホでも見れるかも。見た目派手だけど普通の口調してるな。スマホに映った？エマは持ち歩いている自分のスマホを取り出し起動させた。すると囚人一覧の沢渡ココが配信中であるという表示が出ていた。配信できるの？表示させてみると画面にココの顔がアップで映る。どういう仕組みなの？繁忙内でライブ配信できるの？ミリアちゃんと同じ反応しちゃった。へー。このアプリ、配信もできるんですね。シェリーも感心したように自分のスマホを見ている。画面の中のココははしゃいだ様子で喋り出す。どうも、ココちゃんだよ。今日から私の配信が始まるよ。みんな見ろよ。ライブ配信アリバイ工作にしか思わないんだけど。同説さん、いいペースなんじゃね？拡散宣伝よろしく。これ13人までしか見れないでしょ。最高同説でも11しかいないですよね。それ言っちゃダメなやつ。まずは、あ、一人死んでるのか。私の趣味について語るか。私は推し活が趣味なのね。推し活こそ我が人生。推しが生きてる価値なし。他はみんな死ねって感じで。ほぼ同時にその場にいる全員が配信を閉じていた。時間の無駄でしたね。それ言っちゃダメなやつ。沢渡ココは配信者としては特に魅力的でもなさそうだという共通の認識が出来上がった。何のために配信機能なんてついてるんだろう。せめてもの慰みじゃないですか？私たちにとって身近なものですし。映像を送れるの結構重要だぞ。外との連絡手段になったりとかはないでしょうね。そんなザルだとは思えません。だよね。エマとシェリーが気持ちを切り替え娯楽室の探索を始めた。エマがキャビネットの中を覗いてみると古びたフィルムが多数収められていた。ミリアちゃん、よくこんな古い映画の再生方法知ってたな。ソファーに映っているミリアはぼんやりと白黒映画を眺めたまま微動だにしない。なんか心病んでる？疲れてるな。他にこれといって何も見つからず、エマとシェリーは室内を後にすることにした。地下1階、懲罰房。エマたちが地下を歩き回っていると気になる場所にたどり着いた。奥まった通路に重厚な扉がずらりと並び、囚人の棒より厳戒な南京錠で閉ざされている。ここって何ですかね？中には入れないようですが。アリサちゃん閉じ込められてるよね。覗き窓があるから見てみようか。
エマは恐る恐るといった風に覗き窓から室内を覗いた。垣間見えたまがまがしい道具類に蒼白になったエマは後ずさりし餅をつく。大丈夫ですか、エマさん。一体何をそんなに驚いて。拷問器具があるんだよね。シェリーも続いて中を覗き込みしばし固まっている。これは、また、えぐいですね。バッドエンドでこう来たからな。よく見えなかったけど、拷問器具みたいだった。逆らったら拷問されるってこと。ここが国長さんの言ってた懲罰房でしょうね。規則を破った囚人は、ここに入れられると。その時だった。これ存在認知できるよね。エマとは違って。元気だな。並ぶ懲罰棒のどこから獣のようなアリサのうめき声がエマたちの耳に届いた。やっぱりアリサさんは懲罰棒行きになったんですね。探そう。エマとシェリーは片っ端から覗き窓を確認していく。するとその中の一つにアリサが捕まっている姿を発見した。アリサ、基本的にここで暮らすんじゃね？反抗的だから。一人だけ違う場所で生活してない。アリサちゃん！アリサは卓形台に拘束されており、随分消耗している様子だった。卓形台って何？十字で貼り付けされたやつか。あまりに痛々しい光景にエマは息を飲む。大丈夫ですか？ひどいことをされたのでしょうか？アリサのギラギラした瞳がエマとシェリーを強く睨む。てめえらに関係ねえだろ。でも一つ忠告しといてやる。屋敷から遠くまで逃げると監視のバケモンフクロウが大量に飛んでやがったよ。外の状況を教えてくれてるよね。フクロウが大量に飛んでるの？あの極長だけじゃないの？そいつらに見つかった途端看守が飛んできた。脱獄は難しいってことだ。赤い兵があったから燃やそうとしたんだが、それも無理だった。不思議な力で炎がかき消えちまって、どうなってんだよクソ。魔法を抑止できるの？しかもこれ魔法使える？アリサちゃん。悪化でもできるのか？兵を燃やそうとした？過激なことするな。私たちは囚人として捕まっているので、この監獄もやすやすと私たちを逃がすわけありません。難しくて当然なのでは？笑いに行きやがったのかてめえ。あっち行けよ、消えろ。感情的にわめき出したアリサにエマとシェリーは仕方なく引き下がる。どうやら元気そうですね。規則によれば明日には出られるでしょうし、とりあえず無事が確認できてよかったです。そうだね。足かせまでつけられてかわいそうに。貼り付けだからね。アリサちゃんって最初から足かせをつけられていたような。そもそも首にもつけられてたと思う。ああ、そうでしたっけ。いきなりハードモード囚人だったんですね。要注意人物だと思われてたんでしょうか。すごいな。そうかも。これで全てのマップは回ったね。それから丸1日が経過した。これいつ裁判始まるんだ？トイレ行くね。なんか流れてるんだけど。それから丸1日が経過した。囚人の少女たちは規則に沿って行動し、各々好き勝手に過ごしている。そして少しずつこの牢屋敷での生活に慣れ始めていた。今日もまた夕食の時間を迎え、少女たちはぞろぞろと食堂に集う。またノアちゃんがいない。ノアは食事をとっている気配がない。絵を描いているこの城ヶ崎ノアね。心配になったエマは何度か彼女を誘ってみたが、追いかけに夢中で出てこようとしない。食欲ないのか？ただ、アンアンの方は食事に来ていた。顔色はまだ作れないが少し具合が良くなったらしい。エマは軽く息を吐きながらシェリー、ハンナ、メルルと共に食事を始める。この4人のグループで基本的に食べてるな。まずいですわ。くそー。アンナは嘆きながらもガツガツ食べている。めちゃくちゃ食べるな。見た目も味も最悪な料理に食欲が減退するが、エマも口に運ぶ。ここから脱出するために体力はつけておきたい。少し離れたテーブルの方から騒がしい声が上がった。マジだって。私本人に聞いたもん。有名なアーティストのバルーンだって。城ヶ崎ノアね。バルーンってノアちゃんのこと？ノアちゃん何か起きそうだな。おや？あちらのグループでも話題になってるみたいですね。バルーンといえば知らない人いないですもんね。バルーンって何ですか？常識ないな。どうやらメルルは知らなかったらしい。まあ、僕も知らなかったんだけど。スプーンを落として驚愕の表情を浮かべているのはハンナだ。バルーンがここに捕まっていますの？そんなバカな。一体誰で上がりますの？バルーンになんだ浸水でもしてんの？城ヶ崎ノアさんです。はあ？嘘でしょ？バルーンといえばネットで話題にならない日はありませんのよ。そのアートはどこからか現れ、描くところを見た者はいない。正体は謎に包まれ、その芸術的なアートは若者を中心に多くのものを魅了している。あの子がそんな世界的に有名なアーティストだなんて。
説明ありがとうございます。なんだ、結構説明口調だよな。ノアの話題でざわめく食料の中、皿が床に叩きつけられ大きな音を立てた。誰かが落としたわけじゃないな。途端に空気が凍りつき、しんと静まり返ってしまう。アリサか？ゆらりと立ち上がったのは、離れたところで一人食事をとっていたアリサだった。相当溜まってるな。懲罰王からようやく出られた彼女は他の少女たちより随分と憔悴してしまっている。もう2日経過したのか。うるせえよおめえら。人の噂ばっかりしやがって。不愉快な奴らは全員殺してやりたくなるんだよ。こいつ殺人しそうに見えて殺人しなさそうだな。逆に被害者になるんだね。鋭い瞳が少女たち全員をギラリと睨み渡す。その迫力にエマはごくりと喉を鳴らした。殺してやりたくなるって、そう思うよね。まさか魔女の殺人衝動？殺人衝動だと思うよね。